皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。今ベランダに出てみたんですが、時間は4時過ぎ。まだまだ暑いです。少し前に葉がじゅれていたマディバハイブリッドも成長点がしっかりしてきましたね。このまま夏を乗り切ってくれることを願うばかりです。そして今日ベランダに来た理由は、このドーナツ型のハンギングに寄せ植えしようと思い、多肉を選びに来ました。まだまだ暑いこの季節、今回は暑さに強い多肉たちを植え付けていこうと思います。そしてちょっと大きめの株を選んでみようかな。ハンギングの上に乗せてみるといい感じですね。そしてもう一つ、一緒にハンギングに寄せ植えしようと思っている多肉がこのマディバです。さっきのもマディバのハイブリッドですが、やはりマディバは夏に強いんですよね。とりあえずベランダの多肉はこのマディバハイブリッドとマディバに決定です。今庭に降りてきたので、これから寄せ植えする多肉を選んでいこうと思います。その前に、庭はとても暑くコンクリートが焼けていたため水まきをしてきました。3つ目の多肉はどれにしようかな。こっちのネオンブレーカーズの方が株が大きいので、こちらを植えることにします。このネオンブレーカーズも薄葉ですが、夏の暑さにはとても強い多肉です。そして4つ目の多肉はこの高砂の翁にしようと思います。実はこの高砂の翁ですが、購入してからまだ一度も植え替えをしていなかったため、植え替えしてあげたいなと思っていたんです。そして5つ目の多肉はこのミモサ×コロラータです。このミモサ×コロラータも一度植え替えしたまましばらく植え替えしていなかったため、根詰まりして株がだいぶ小さくなってしまっていました。植え替えしたらまた大きく育ってくれそうですね。そしてこのピーチブリで半年でここまで大きく成長しました。梅雨の雨にあたり少し徒長気味ですが、この中から一株カットして寄せ植えに使いたいと思います。ちなみに2月に植え替えた時にはまだこんなに小さかったんです。それが半年でこの大きさです。胴切りしたらまた増えちゃうんだろうな。7つ目の多肉はこのサフランにしようかな。サフランは今年一つダメにしてしまっているため、寄せ植えに植えて少し株が大きくなったらまた葉ざし用に葉をもいで増やそうと思っています。今思ったんですが、こうして持ってきた多肉を見てみると、葉がフリフリしている多肉が多いですね。とりあえず寄せ植えにはこの6つの多肉とこのピーチプリレを1つ形のいいものを選び胴切りして使おうと思います。そしてもう一つ、このパンジーも胴切りして使う予定です。それにしてもこの暑さ、先ほど水まきをしたのに気温は全然下がっていませんでした。鉢底石に使うのはいつものヒューガの軽石の小粒になります。ハンギングは土が乾きやすいため、鉢底石は軽めに入れておきます。多肉植物が根をしっかり張った後は壁にかける予定なので、ここはあえて鉢底石は少なめに入れています。
今から苗をポットからすべて抜いていくんですが、この時ついでに古くなった根や枯れ葉をすべて取り除いておきます。このミモサ×コロラータも鉢から抜いてみると根詰まりしていて、これでは水を吸い上げるのが難しく、株もどんどん小さくなっていったんでしょうね。ある程度土をふるい落としたら、ハサミで根をカットしておきます。土も手ではなかなかほぐすことができなかったため、ピンセットを使って土をほぐしました。こうして簡単に手で取れる根はなるべく取り除いておきます。庭の多肉には梅雨明け水やりをしていないので、土も乾ききっていました。すべての苗をポットから抜き終わり、今度はこの苗を植え付けていきます。形や色合い、苗の大きさなど多肉のバランスを見ながら植え付ける位置を決めていきます。植え付ける位置がだいたい決まったら、今度は土を入れていくんですが、今回使う土は花と野菜の土に芝の芽用の土を使用しています。芝の芽用の土が少し多めです。いつもの寄せ植えだと隙間なくぎっちりセダムを植えたりしますが、今回はまだ気温が高いため、熟れてしまうリスクを回避するために、あえてスペースを空けたまま風通しを良くしておきます。そしてこの暑い夏が終わり、朝晩涼しくなってからセダムを植えることにします。株元にしっかり土が入るように手で押さえつけて入れていますが、このハンギングに使われているココヤシファイバーの弾力があるため、土を押さえたら押さえるほどどんどん土が入っていきます。これは予想していた以上に土が入り重くなりそうなので、吊るして飾るには少し心配になってきました。案の定1回目に用意した土がすでに足りなくなってしまいました。土を新たに作ってきたので、寄せ植えの再開です。皆さんはこの時期多肉に水やりしていますか？私はセダムや水が欲しそうな子には少量あげていますが、それ以外の多肉には怖くてちょっと水やりできないでいます。ベランダに寄せ植え用の多肉を見に行った時も、ほぼすべての多肉が水を欲しそうにしていたんですよね。今週末そろそろ水やりをしたいなと思いつつも、気温が下がらないと水やりどころではありません。はい、持ってきた苗の植え付けが完了しました。結構スペースが空いているなぁと思っていたら、そうです、すっかり忘れていました。カットしたピーチプリデとパンジーを植え付けるのを忘れていたんですが、ついでに動画も撮り忘れてしまっていました。とりあえず第1回目のドーナツ型のハンギングの寄せ植えはこれで完了です。第2弾でこのドーナツ型のハンギングを仕上げる予定でいますが、朝晩涼しくなってからとなるため、まだ1ヶ月は先かな。この寄せ植えの完成が気になる方は
ぜひチャンネル登録していってくださいね。高評価もお忘れなく。今日はドーナツ型のハンギングに寄せ植えしていきました。いかがだったでしょうか。最後に寄せ植えに軽く水やりをして今日の動画は終わりです。最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。